エルトゥールル号とテヘラン日本人救出作戦。1890年9月16日、日本に台風が近づいていました。和歌山県紀伊大島柏崎灯台に夜10時ごろ、傷だらけの外国人が約10人現れました。灯台森は驚きました。彼らは日本語が全然わかりませんでした。国際信号機を使って何とか事情を聞くと、彼らはトルコ人でした。19世紀末、大日本帝国とオスマン帝国はどちらもヨーロッパとの不平等条約に苦しんでいました。1887年、小松宮夫妻が日本の皇族で初めてコンスタンティノープルを訪問しました。その返礼にオスマン帝国のアビドゥルハミト2世は1889年7月にフリゲート艦エルトゥールル号を親善使節団として日本へ送り出しました。11ヶ月の航海の後、1890年6月にエルトゥールル号は日本の横浜港に到着しました。艦長らは明治天皇にアビドゥルハミト2世からの勲章と親書を渡しました。日本の人々から歓迎を受けて3ヶ月滞在して9月にようやく帰国の途につきました。9月はまだ台風の季節だからやめた方がいいと日本人は言いましたが、政治的な事情もあってエルトゥールル号は出港しなければなりませんでした。9月15日に横浜港を出て、翌16日の夜、台風の強風で紀伊半島沖の海は荒れていました。船は流されて座礁して水蒸気爆発が起こりました。エルトゥールル号に乗っていた600人以上が真っ暗な海に投げ出されました。約10人が何とか灯台にたどり着きました。そして灯台森に助けを求めたのです。灯台森は彼らに応急処置をしてから近くの村に知らせに行きました。村の人々は台風の中、夜の海に出て69人もの人々を助けました。冷たくなった彼らの体を自分も裸になって抱いて温めました。貧しい村でしたが、自分たちの食べ物を与えて、卵を取るための鶏も料理して外国人たちに食べさせました。次の日、村の人々は海岸でたくさんの死体を見つけました。この事故で587人が亡くなりました。この出来事を新聞で知った日本の人々は義援金を集めて彼らを助けました。事故から20日後、10月5日、明治天皇は日本海軍のコルベット艦2隻を彼らのために派遣しました。そして翌年1月、エルトゥールル号の生存者たちは無事にコンスタンティノープルへ帰ることができました。このことはオスマン帝国内でも大きく報道されました。事故が起こった和歌山県串本町では、今でも5年ごとに追悼式典が行われています。1985年3月17日、イラン・イラク戦争中、イラクのフセイン大統領は突然、今から48時間後、イラン上空の飛行機を無差別に攻撃すると宣言しました。各国はそれぞれ特別機を派遣して
自国の人々を脱出させました。しかし日本では憲法の制約などもあって自衛隊を派遣することは不可能でした。民間航空会社も労働組合が拒否したので臨時便が出せませんでした。イランの首都テヘランの空港にいた215人の日本人はパニックになりました。日本政府は外国にいる日本人を助けない。他の国が助けてくれるはずがない。その時、日本人を乗せてくれる航空機が現れました。それはトルコ航空機でした。タイムリミットまであと1時間15分。日本人を乗せたトルコ航空機はテヘランの空港を離陸しました。飛行機の中は静かでした。イラン上空を出るまではいつ爆撃されるかわかりません。長い時間の後、機長の機内放送がありました。イランの上空を無事に出られたのです。飛行機の中の人々は泣いて喜びました。実はこの時、トルコ航空が日本人を優先したので、数百人のトルコ人が飛行機に乗れませんでした。彼らは陸路でイランを脱出しなければなりませんでした。日本人はどうしてトルコの人々が自国民より優先してまで助けてくれたのかわかりませんでした。後日、元駐日トルコ大使はこう言いました。エルトゥールル号の事故で日本人がしてくれた献身的な救助活動を私たちは忘れていません。それで今回、トルコ航空機が飛んだのです。日本とトルコは遠い国です。人の往来は決して多くありません。しかし、2011年、東日本大震災が起こったとき、一番先に救助隊を送ってくれた国はトルコでした。そして最後まで被災地で活動していたのもトルコでした。トルコでは、ボスポラス海峡の橋や海底トンネルが日本の援助で作られたこともよく知られています。両国の友好的な交流は、皇室、政府から民間企業、一般市民まで、これからもずっと続いていくでしょう。